やっほー、皆さんこんにちは。じゃんじゃーん。白玉粉とこしあんと、あとこのいちごとかをね、いろいろ準備したので、もう気づいた人はいるかもしれないけど、いちご大福を作っていきます。イエイ！ということでね、もう早速作っていきたいと思います。もうちょっとね、春だし、さくらあんとか抹茶あんとかでも作りたかったんだけど、急遽いちご大福を作ることになって材料を準備する時間がなかったので、今回は家にあるこしあんと塩あんだけで作っていきます。ということで、これレンジで温めていきます。よいしょー。ということで、まずは求肥から作っていきます。求肥は白玉粉と水とグラニュー糖だけでできるのでね、めっちゃ簡単です。できたやつも売ってるんだけど、こういう大福系を作るときはね、やっぱ手作りの方がいいよね。こうやってある程度混ぜたら、もう一回温めてきる。よし。うわ、温めすぎ？そんなことない？わあ、気持ちいい。これでひたすら混ぜていきます。今日なんで大福を作るかっていうとね、明日なんとお姉ちゃんがうちに遊びに来てくれるのです。遊びに来るっていうか、私のネイルをね、やってくれるの。だから今めちゃくちゃ爪がボロボロなの。恥ずかしいけど。明日にはめっちゃ綺麗になる予定だから。そんでなんでいちご大福かっていうと、お姉ちゃんがね、いちご大福めっちゃ好きらしいので、これを作ってあげようっていうことです。せっかくこの時期いちごもあるしね。いいかな、こんな感じで。そしたら求肥をね出していくんだけど、ちょっとね、求肥をやるときってコーンスターチをめっちゃ使うので粉だらけになるから、こうやって作業台をね、サランラップをして防御壁を張っていくんです。この上からさらにコーンスターチを振って、で一旦これが冷めるのを待ちます。そしたら冷ましてる間にもう一種類の生地も作っていきます。待って、爪楊枝をさ買ってこようと思ったのに忘れてたよ。爪楊枝ないから、この竹串でってこう、あんまり濃くなくていいからね。ちょっと濃いかもしれない。そしたらこれもレンジで温めていきます。そしたら次は大福のあんの部分を準備していきます。いつものお菓子の作る量に比べたら今日は本当に10分の2くらいだと思ってる。5分の1っていう意味だって感じ。あ、待って。なんかすっごい可愛い色じゃない？桜みたい。なんか桜みたいな色じゃない？可愛くない？とりあえずこれもちょっと冷ましておきます、ここで。よいしょ。先を急ぎましょう。で、ここにちょっとだけね、生クリームを加えていきます。よいしょ。これで混ぜる。生クリームを加えるとあんこがちょっとふんわりして口どけが滑らかになる感じで、私は好きです。こんな感じであんの方ができました。めっちゃ簡単。そしたら1つ目に作った求肥がもう冷めてるので、早速包んでいこうと思います。意外とね、全然作れないんだよね、これ。全然等分されてないかもしれない。こうやって端をちぎって、てっぺんにこうやって置いてあげる。で、そしたらあんこを入れる。できるだけたっぷりとね。
で閉じる。キュッて閉じてあげる。キュッて感じでね。全然透けててなんかカッパみたいになっちゃったんだけどカッパみたいになっちゃってるんですけど、大丈夫そう？はい、こんな感じで大福ができました。待って、いちご入れてないじゃんいちご入れてない。どうしよう。上に乗っけるか、これ。できた大福はこうやってね、入れてあげましょうね。さあ行くぞ。今回お姉ちゃんにネイルをしてもらうから、そのお礼として大福を作るっていう話だったんだけど、お姉ちゃんの方からネイルやらしてって言ってくれて、最近結構ブームが来てるらしくて、で私は来週ちょっと海外旅行をね控えてたので、めちゃくちゃタイムリーでありがたいです。動画をいつも見てくれてる人ならわかるかもしれないんだけど、もうめんどくさくてずっと同じデザインでネイルしてたから、久しぶりに派手めの可愛いネイルにしてもらおうかなって思ってます。見て、こんな感じに中がこしあんだけの、大福が完成しました。この上にいちごをのせたらもう完成だからね。めっちゃすぐ作れるよ、いちご大福。そしたら次はね、白あんを使っていきます。私はこしあん派だけどね。ほい。よし、OK。ということでピンクの方もやっていきます。そういえばバレンタインも終わって、学生さんとかは卒業シーズンに入るのかな。受験生の子たちは本当にお疲れ様だね。私は大学を学部で卒業して社会人になったんだけど、大学の友達は基本的にみんな院に進んでるから、今ちょうどみんな修論が終わって卒業旅行だってなってる時期なんだよね。そんで私もそこに混じって旅行に行くことになったんだけど、今年余ってた有給を全部破しました。だいたい半月くらいかな。ヨーロッパ周辺を観光してきます。ヨーロッパは初めてだから、パリとかローマとかバルセロナとかそういう王道の観光地を巡る予定です。めっちゃ楽しみなんだけど、ヨーロッパってすっごいスリが多いイメージだからめちゃくちゃ怖くて、私はね本当にすられる側の人間だと思ってるから、本当に気をつけないとね。だってさ、携帯とかすられたらさ、もうその旅行は楽しめないかもしれないもん。待って、これ。よし、そしたら次はいちごのあんを作ります。よく水を切ったいちごをね、こうやって包んでいきます。いちごが中に入ってる大福もね、最後に作ろうと思います。いいんだよね。こうやって伸ばしてあげる。よし、OK。こんな感じ。わあ、ボリュームすごい重い。いちごが入ってるから。いちごが入ってる大福もね、できました。めっちゃでかい。めっちゃボリューミーだよ。すごい。ここからデコレーションをしていきます。よーし、まずはこっちからね、ここをカットしていちごを挟むっていうのはどう？いけるかな？いけます。で、ちょっと広げる。で、いちごをここにのせるんだけど、でかいいちご。いちごでかすぎない？もうちょっと広げて、どうかな。見て、どう？こんな感じ。こっちに移しちゃう。これもやっていこう。こ
うやってお菓子作りするたびに思うんだけど、やっぱり広いキッチンがいいなって思うから、そろそろね社宅を出て引っ越そうかなって思って、この間物件を探してみたの。そしたらね、家賃の高さに本当にびっくりした。東京なんてもう人の住む場所じゃないよね。この時期はこうやってみんな打ちのめされてんのかな。とりあえずもう少しだけこの食器棚の上でお菓子作りをする生活を続けようと思いました。そしたら余った牛皮をねこうやって丸めてこうやってのせていきます。こうやってね耳みたいなのをつけてみました。あんこに生クリームを加えて、ちょっと黒色の着色料を加えてあんこペンを作ってきたので、これで顔を描いていきます。クマさんにしていこうかな。じゃあ見てほらどうちょっと耳が奥すぎないって感じだけど、ちょっとほっぺもつけてこうっと。どうかわいくない？なんかさ、このひびが広がってる気がするんだけど、気のせいかな？大丈夫？ちょっとハサミで切りすぎたかな。いちごが中に入ってるやつはアザラシの顔を描いていきます。どうですか？僕の顔どうですか？今回のアザラシちゃんは可愛いんじゃないかなと思います。このあんこペンがチョコペンとかアイシングとかより断然描きやすくて、今後もっと活用していきたいなって感じです。ちょっと遊んでみた。ちょっとね、ここの前3個は顔を描いたんだけど、後ろのやつはねひび割れがすごくて顔描けなそうなので、これで完成にしようかなって思います。ちょっと切り込み入れすぎたかな。失敗した。こっちはね可愛くできました。全部こういう感じにすればよかったね。いやでもいちご見えてんのも可愛いか。はい、ということでこんな感じでいちご大福が完成しました。かわいいめっちゃ可愛いんだけどめっちゃ見てきてる。ってことでちょっと私は片付けしてもう寝ます。また明日ね。バイバーイ。どれでもいいよ。じゃあこれもちもちなんだけど、それひび割れちゃってんのごめんね。これね、うまい。見た、よかった、もちもちでしょ。美味しい。あんこの量ちょうどいい。ネイルが可愛い。これ自分でやってる。今日やってもらうからね、長さ出しだけやったの。今までで一番好きで作ったのこれが、これ今まで一番楽。白もあるよ。どれ？むずい取るの。ごめん何重にもしてるから。嬉しい。白もあるの。うまい？なんかでも歯目がうがしてくる。うがしてきて。じゃじゃーん。これはお持ち帰るようです。白1個だけがもう別でもう2個くらい持たせよう。はーい。じゃあ閉じちゃってください。ちょっとこれにラップして持って帰ろうね。ということで早速ネイルをやってもらうんだけど、デザインは前もってこれがいいっていうのを伝えてあって、お姉ちゃんは本当にセンスがいいから安心して爪を預けてます。こんな感じでねグラデーションにしてもらいました。かわいいね。マジかわいい。てかこのマグがさ可愛くない？まず毎回会うたびにネイル変わってるもんね。2,3 週間で変えるからね。なんか飽きて。こっちは6ヶ月くらい一緒だよ。こっち6ヶ月くらい一緒。かわいい。カットして断面を見てみる。なんか紐でカットしてるよね。でも綺麗ですよ。本当だ。見て見て、ほら。めっちゃめっちゃ綺麗。めっちゃ。おいしい。いちごとそのもちもちが好きなの。あ、そうなの？このあんこの半分がいいとか言われたんだけど全然
これないじゃんそしたらそのままで、このままであんこが半分。 3分の1ぐらいだよ。やだよ。今日は久しぶりにパーツを使います。これは全部うちにあるパーツなんだけどね、ずーっと使ってなかったからね。うん。大学生の頃から一切パーツ使わなくなったからね。あんなでかいパーツつけてたのにね。パーツは何を載せるか一つ一つお姉ちゃんとめっちゃ話しながら決めたんだけど、ネイリストさんにやってもらう時ってなんか迷惑かなって思って、あんまりこうしたいああしたいってリクエストをね言えないから、こうやって身内だとそういうのを遠慮なく言えるところがいいよね。ちょっとシルバーの毛色違うか。太いよね。かわいい。かわいい。かわいすぎる。これおいくら万円？これなんだっけ、いちご大福。ありがとう。わーい。わあ、ありがとう。今日普通に平日なんだけど、明日ちょっと友達が誕生日なのでバースデーケーキをね今から作っていきます。お相手しましょう。前回いちごのショートケーキにしたので、今回はねチョコ系の生地にしようかなって思ってやってみようと思います。であともう少しでホワイトデーっていうのもあるので、今年まだ1回も作ったことないハート型のねケーキにしようかなっていう風に思ってます。ちょっと可愛い感じにしたいな。ちょっとバターが切れちゃってたから、今回もロールケーキのスポンジ生地のレシピで作っていこうと思います。私はチョコケーキは結構こっちのレシピで作ることが多くて、というのもチョコクリームって結構重いから、スポンジ生地はさっぱりしてる方が全体として食べやすくってね、私は好きなんだよね。あとは失敗しづらいし、生地を焼く時間も半分以下だから、ささってお手軽に作れちゃうところもいいところだよね。ていうかいつも通りケーキのデザインはざっくりとしか考えてないんだけど、前に作ったサンリオのケーキみたいにフリフリの派手な感じにしたいんだよね。よし OK。 オーブン台をそのまま肩代わりにして焼こうと思います。そしたらこれ焼いていきます。でかい。焼けました。よいしょ。いい感じです。おっとっと重い。よいしょ。こういうのは早めに剥がしちゃわないとね。粗熱が取れたらラップをしておきます。熱い、熱すぎる。そしたら生地を冷ましてる間にチョコクリームを作っていきます。この間さ、バレンタインでめっちゃチョコが20円くらい安くなってて、一気にめちゃくちゃ買った。30枚くらいは買いましたね。11月までに使い切らないと。意外とチョコの賞味期限って短いよ。1年ないもん。ほら。そしたら泡立てておいた生クリームに作ったガナッシュを加えていくんだけど、ちょっとガナッシュが固まってきちゃってね、混ぜづらかったです。みんな気をつけてね。こんな感じです。いい感じです。5号サイズ3個くらいできるかなと思ったんだけど、全然足りなそう。何にも考えてなかった。なんかもっとたくさんできると思った全然何も考えてなかった。とりあえずこれは取ろう。そしたら最初にハートの形にカットしちゃおうかな。これ
でほんと大丈夫かな。めっちゃ生地がふわふわ、美味しそう。見て。はい、こんな感じで3枚分できました。でこうやってくっつける感じにしようかな。そしたら準備ができたのでナッペをしていきます。去年ハート型のケーキを作った時は5号サイズのケーキで1回ナッペまでして最後にカットしてハートの形を作ったんだけど、あれが一番楽なやり方だと思うんだよね。まあでもこのやり方でもできないことはないと思うので、とりあえずやっていきます。あと今回は生地が分割されてるからナッペをした後にケーキを移すのがちょっと危険そうだったので、ケーキ台の上にお皿を乗っけてその上でねナッペをしちゃいたいと思います。ちょっとナッツを挟もうかな。この間に。やばいやばいやばい、乾燥剤が。じゃーん、こんな感じです。一旦ね、形を固定させるために冷やしていきます。よいしょ。1時間くらい冷やしたのでね、カットしていきます。こんな感じで。振って大丈夫？そしたらここから外側にピンクのクリームでナッペをしていきます。ハート型のナッペは苦手なので結構クリームを触っちゃうと思うから比較的緩めに泡立ててます。いつもの硬さだと多分ナッペが終わる頃にはクリームがボソボソになっちゃってると思うからね。むずっ。いいかな、こんな感じで。はい、こんな感じでハートができました。やっぱちょっと下手だよね。まあまあまあ、しょうがないしょうがない。そしたらここからは周りにクリームを絞りまくってド派手な感じになるようにねデコレーションしていきます。なんか綺麗じゃない。なんで？待って、足りないかも、クリームが。ちょっと待って、本当にお願い。足りてくれ。ふぅ、下手だ。下手すぎる。なんかハートじゃない。ハートじゃないんだけど。一生懸命。今こんな感じです。なんか汚くない？大丈夫？次このパールシュガーを使います。やばい、気が遠くなる。よいしょと。あー、終わった。なんかすごいいびつだけど終わった。とりあえずね、ここまでできました。こっからどうしよう。この中にハッピーバースデーって書くんだけど、私筆記体書けないんだよね。筆記体の練習しようかな、今から。ダサい。いきます。ちょっと待って、チョコペンがちょっとおかしい。あ、終わった。下手すぎじゃない？チョコペンが難しすぎてさ、チョコペンやめようかな、もう。ということでチョコペンに生クリームを少し足してゆるいクリームにしてリベンジすることにしました。さっきより全然書きやすいよ。さっきよりはいっか。ちょっと汚いけど、なんかどっかにハート足したいな。ここら辺。
ろいろあったけど無事にできました。待って、ここ絶対ここ引っ掛けたよね。最悪なんだけど、ここもうショックなんだけど、まあいっか、もうとりあえずいろいろちょっとね今回は失敗してしまったんですけど、まあでもパッと見わからないんじゃないかなって思います。ちょっとショックすぎるけどしょうがないね。よいしょ。ということでこれは完成にしようかな。作ったケーキは次の日お友達にプレゼントして、誕生日の子も含めてみんなで一緒にいただきました。いつも思うんだけど、作ってる時って評価が厳しくなりがちだと思うんだよね。改めて見たら全然可愛くできたかなって思います。味もすごい美味しかったしね。ということで今日の動画はここら辺で、最後まで動画見てくれてありがとう。じゃあまたね、バイバイ。